現代人の 80% から 90% はこのようなスウェーバックと言われている背中が丸くなりお腹が前に突き出る不良姿勢であると言われており、この姿勢の特徴は背中の筋肉が伸びすぎて力を使わずに体を支えており、基礎代謝が落ちやすく背中がたるみ余分な脂肪がつき首も前に出がちです。エクササイズで伸びすぎた背中の筋肉を適切に縮め、良い姿勢に改善し美しい背中とスタイルを今すぐ作りましょう。カエル足で胸と肩のストレッチをするところから始めます。四つ倍になっていただいて膝を開いてカエル足に、胸の横に 1.5 倍に手を開いて吸う息で胸の筋肉を伸ばして吐く息で持ち上げていきます。上がる時には二の腕の筋肉もよく使っています。胸を開きながら降りることで胸がしっかりとストレッチし、普段猫背がちで胸の筋肉が縮まりがちな方もしっかりと伸ばすことができます。吸う息で肘を開いて胸の筋肉をよく伸ばして、吐く息でゆっくりと起き上がっていきます。腰を反りにくくストレッチをすることができます。気持ちの良い呼吸を繰り返しながら行ってみてください。胸椎をストレッチしていきましょう。肩の真下に両手を置いて、腰の真下に膝を置いて、左手を耳の後ろぐらいに置きます。吸う息で胸を開いて体をねじって、吐く息で緩めていきます。脊柱の頸椎の下の部分にある胸椎の柔軟性を向上しています。吸う息で胸を開いて筒の中をねじるように体を回旋し、吐く息で緩めていきます。左右に体がぶれないように気をつけてください。骨盤の位置もキープしたまま行っています。胸椎の柔軟性が向上すると姿勢の改善に役立ちます。逆側も行っていきましょう。肩の真下に手を置いて腰の真下に膝を置きます。右手を耳の後ろぐらいに置いて、吸う息で胸を開いて体をねじって、吐く息で緩めていきます。胸椎は脊柱の中でも首の下にあるところです。固まりやすい場所ですので柔軟性を向上しておきましょう。吸う息で胸を開いて体をねじって吐く息で緩めます。外呼吸をしながら行うとより柔軟性が向上しますので、深い呼吸で行ってみてください。足首は寝かせたままだと少し不安定になります。不安定な方は足の指を立てて行ってください。ブレストストロークを行っていきましょう。足は腰を割る少し広め、お尻の筋肉で少し足を浮かしています。吸う息で肘を引いて、まずは吸い続けながら右向き、吐く息で手を戻し、今度は逆側を行っていきます。背中の一番長い筋肉、脊柱起立筋、体を右向き左向きにするときに内腹斜筋、外腹斜筋、脇腹の筋肉も使っています。吸う息で肘をしっかりと引いて左右に向きながら脇腹の筋肉、背中の筋肉を効率よく使っていきましょう。スイミングを行っていきます。両手両足を伸ばして肩幅と腰幅にリズミカルに呼吸をしながら対角線上に上げ下げしていきます。背中の長い筋肉、脊柱起立筋、そしてお尻の筋肉も同時に使える動きです。腰を守るためにはうつ伏せになっていても腹筋の力が入っています。腹筋の力が抜けると腰に負担がかかりますので、腹筋に力を入れたまま行うようにしてみてください。キャット&カウで休憩のストレッチを挟みましょう。体幹の柔軟性を向上します。吐く息で尾骨から順番に体を丸めて山を作り、吸う息で胸を開いて体を反らせていきます。
このように休憩を挟むことで、この後のトレーニングが体力を回復して回数が正しいフォームでできますので、よりトレーニング効果が上がります。深い呼吸をしながらストレッチを行ってみてください。呼吸が深いと体がリラックスしやすくなり、柔軟性も向上しやすくなります。吐く息で尾骨から順番に体を丸め、吸う息で胸を開いて体を反らせます。リバースプランクのライトバージョンを行っていきましょう。体の後ろに手をついて、手の指は足の方向に。吐く息でお尻の筋肉に力を入れて、背中の筋肉も使いながら体を持ち上げます。膝は90度。吸う息でゆっくりと下ろして、お尻をちょんとついたら、脇を締めたまま肘を曲げて、二の腕の筋肉も使います。吐く息でお尻の筋肉、背中の筋肉を意識しながら体を持ち上げて、吸う息で体を下ろしながら肘を曲げて腕の筋肉も使います。繰り返していきましょう。脇を開くと二の腕筋肉のトレーニング効果が落ちますので、脇を締めたまま行ってみてください。リバースプランクを行っていきましょう。足を伸ばしたまま体を持ち上げます。吐く息でお尻、背中の筋肉、力を入れながら体をゆっくりと持ち上げて、吸う息でゆっくりと下ろして、お尻がついたらまた再び持ち上げていきましょう。この体勢で体を持ち上がりにくい方は、上のビギナーズ用の動画を参考に行ってください。膝を曲げたまま、膝を90度で行っています。背中やお尻の筋肉は中心に体を持ち上げていますが、腹筋にも力を入れたままで体幹のバランスを整えています。体幹がバランスよく使える効率の良いトレーニングですので、意識をしながら行ってみてください。肩の柔軟性の向上などにも役立ちます。膝を曲げ下げしながら体幹のキープのトレーニングを行っていきましょう。肩の真下に肘を置いて、そのまま膝を伸ばします。膝から肩までを一直線にしたまま、かかとを出しながら膝下を曲げ下げしていきましょう。吐く息で膝を曲げて、吸う息でゆっくりと伸ばしています。足は動いていますが、足が動いても体幹がキープできるかというところで体幹のトレーニングをしています。足が動いても体幹が落ちないように腹筋の力で体を支えたまま、背筋ももちろん使いながらキープしてみてください。カエル足でアームスイングを行っていきましょう。足裏同士を合わせます。息を吐いて体を持ち上げて、一息吸って吐いて手を持ち上げて、吸いながら下ろします。リズミカルに呼吸をしながら脇を締めたまま、二の腕の筋肉もよく使われています。うつ伏せであったとしても腹筋の力を使い続けながら、腰を守りながら行っていきましょう。息を吐くごとに腹筋の力を意識をしながら行ってみてください。膝が持ち上がらない方は膝を置いたまま行っても大丈夫です。スワンダイブの変形バージョンを行っていきましょう。足幅を広めに開き、お尻の力で持ち上げています。手を指をつきながら、吸う息で体を持ち上げて、吐く息でコロンと転がります。体を持ち上げるときに背筋の力を意識をしながら起こしてみてください。手に力を入りすぎて手の力で持ち上げないように気をつけてください。足を持ち上げたまま行うと腰が痛い方は足を下ろしたままで上半身を上下するように行ってみてください。背中を意識しながら行っていきましょう。最後、クールダウンを行っていきましょう。両足を曲げて体を起こします。足の間に体を下ろし、
使った背中の筋肉、腰の筋肉を左右にコロンコロンと体を揺らしながら緩めてください。そのまま深く呼吸をしていきましょう。鼻からたっぷりと息を吸って、口からはーっと気持ちよく吐いて繰り返します。鼻から息を吸って、口から気持ちよく息を吐いて、手を上げていて痛い方は足の横に置いてください。気持ちよく鼻から息を吸って、吐く息で尾骨から順番に体を起こしていきます。 OK、 お疲れ様でした。最後にトレーニングで早くダイエット効果を出すためのポイントもご紹介します。筋肉量を増やして基礎代謝を増やし、中長期的に太らない体づくりをするためには、運動の強度と回数を合わせて1週間単位で計算する総負荷量で結果が変わります。総負荷量を上げるためには、同じ筋肉を連続でトレーニングを行ってしまうと早く疲労してしまって回数が減ってしまうんです。ですので、あなたがもし運動の初心者で体力が今あまりない場合は、連続でトレーニングを行いすぎて疲労を残りすぎるよりも、適切に30秒とか1分の休憩を取りながら運動のプログラムを行ってみてください。そうすることで正しいフォームで回数を行うことができ、結果的に1週間の総負荷量を上げることができ、ダイエットの効果を早く実感することができます。今回のような運動と相性にいい成分を組み合わせた、私が試行錯誤して作った初めてのサプリメントも現在販売中です。詳細は概要欄にリンクがありますので、こちらもぜひ皆さんのお役に立てるととっても嬉しいです。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。See you in my next video. Bye!